皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は日本人でさえ知らないオノマトペの3つのルールを話したいと思います。オノマトペって聞いたことありますか？音や様子を文字や言葉で表す擬音語や擬態語のことです。例えば、犬の声、ワンワンとか、緊張してドキドキするとか、恋人とこっそり電話するとかですね。このオノマトペ、日本語の勉強をする人は特に難しいと感じるようです。なぜかというと、まず言葉の量が多いから。どのくらいあるかというと、辞書に載っている語だけでも2000語以上。そのうち日本人が毎日の生活で使う言葉でさえ400から700語もあると言われています。日本語は世界の中で2番目にオノマトペが多い言語なんです。そしてもう一つオノマトペが難しい理由は、一つの語がたくさんの意味と用法を持つことです。例えば、ゴロゴロというオノマトペには、なんと10もの用法があります。その中には、猫の喉の音からお腹が痛い状態、何もしないこと、たくさんある様子など、全く違う意味が含まれています。このように皆さんが苦手だな、難しいな、上手に使えないなと思ってしまうオノマトペ。でも実は学校では習わないというより、日本人でさえ知らないオノマトペのルールがあるんです。そのルールを覚えれば、オノマトペが使いこなせるようになりますよ。そこで今日は発音に注目して、ルールのうち3つ、5つの型のルール、静音と濁音のルール、50音のルールを皆さんに紹介したいと思います。まずは、オノマトペの文末の5つの型のルールです。オノマトペには5つの型があります。それがこちらです。1、A, B, A, B 繰り返す型。2、A, B 最後に小さいつがつく型。3、A, B, ん最後にんがつく型。4、A, B, り A, B, り A, ん B, り最後にりがつく型。5、母音が伸びる型。例えば、先ほど考えたゴロゴロは A, B, A, B と繰り返す型で何かが転がる様子を表します。ところが、ゴロゴロの他にもゴロ、ゴロン、ゴロリなどの言葉はすべて同じ転がる状態を表すんです。日本人はこれらをどのように使い分けているんでしょうか？実は、この5つの型にはイメージのルールがあるんです。繰り返す型は何回か動作が繰り返されるイメージ。最後に小さいつがつく型は一瞬で終わるスピードが速いイメージ。最後にんがつく型は軽い動作とか動作が終わった結果の状態のイメージ。最後にりがつく方はゆったりとしたイメージ。母音が伸びる方は今もずっと続いているというイメージです。例えば、ゴロゴロ転がるだったら石が坂を落ちている様子。ゴロッと転がるだったら素早く一回転して転がる様子。
ゴロンだったら弾むように一回転した石が今そこにある様子。ゴロリと転がるだったらちょっとゆっくり石が転がる様子を表します。このようにスピードや持続性、動作のイメージによって5つの型を使い分けているんです。オノマトペの5つの型、一つ一つに決まったイメージがあるというのが1つ目のルールでした。次は静音と濁音のルールです。静音とは丸とか点が何もない音。濁音とはダーとかバーとか点々がつく言葉ですね。例えば、キラキラとギラギラという言葉について考えてみましょう。どちらも光の印象を表すオノマトペです。じゃあどんな時に使うでしょうか？例を挙げると、あの星は宝石みたいにキラキラ輝いている。太陽がギラギラと照りつけて汗が止まらない。プレゼントを持つ子供の目はキラキラしていた。彼の目は怒りでギラギラしていた。どうでしょうか？キラキラの場合は気持ちの良さが、ギラギラでは不快な気持ちが感じられませんか？実はこれもオノマトペのイメージと大きく関係しています。静音、何もついていないものは小さいもの、美しいもの、軽いもの、明るいものを表します。反対に濁音、点がついているものは大きいもの、汚いもの、重いもの、暗いものを表しているんです。このイメージを覚えておいたら、例えば、カタカタ、ガタガタ、コロコロ、ゴロゴロなど、見分けにくいオノマトペの違いがすぐにわかるんじゃないでしょうか。2つ目のルールは、静音と濁音のイメージの違いでした。最後に学ぶのは、50音一つ一つの音にもイメージがあるというルールです。例えば、ふという音のオノマトペは軽い、げという音は汚い、ぜは苦しい、ぷはかわいいなどです。例えば、ふという音のオノマトペについて考えてみましょう。雲がふわふわ浮かんでいる。布団がふかふかで気持ちいい。パンがふっくら焼けた。ふーっと息を吐いてろうそくの火を消した。ふわふわ、ふかふか、ふっくら、ふー。このオノマトペ全部軽いイメージだと思いませんか？今全部を解説する時間はないのですが、このように50音一つ一つにもイメージがあるというのがオノマトペの3つ目のルールです。今度同じ音を使ったオノマトペを目にする機会があったら、どんな共通点があるのか探してみてくださいね。はい。今日は日本人さえ知らないオノマトペの3つのルールを解説しました。日本語会話では必ずオノマトペが出てきますし、使いこなせるようになったら表現の幅が大きく広がります。今まで苦手だと思っていたオノマトペのルールを知って、豊かで美しい日本語表現に触れてみてくださいね。他にも日本人らしい会話や言い回しについて解説した動画があります。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。